中ラジオ。皆さんこんにちは。田中です。先日 YouTube や Instagram でもお知らせをしましたが、先月本を出版しました。長い時間をかけて作った本なので、こうして無事出版することができて本当に嬉しいです。今回の田中ラジオでは、本を出版することになったきっかけや制作の過程など舞台裏の話を皆さんとシェアしたいと思います。最後までお楽しみいただけると嬉しいです。そもそも今回なぜ本を出版することになったかというと、私の YouTube チャンネルを出版社の方が見つけてくださって声をかけてくださったのがきっかけでした。その当時、私はオノマトペフレンズという日本語のオノマトペの本を初めて自分で作ってセルフ出版したばかりでした。その本は Amazon の Kindle Direct Publishing というセルフ出版のサービスを使って作ったので、基本的には Amazon でしか購入できない形式だったんです。なので、次はセルフ出版ではなく商業出版で本屋に並ぶ本を作りたいなと思っていました。そんな時にちょうど出版のお話をいただいたので、ぜひ一緒に本を作りたいですとお返事をして企画が始まりました。どんな本を作るかについては出版社の方と何度も話し合って、最終的に日本語の会話を楽しく学べる初心者向けの本を作ろうということになりました。例えば、日本語を学んだことのない旅行者の方でも本に掲載されたフレーズを覚えれば、今日からすぐに日本語で会話を始められる、そんな本を目指しました。外国語で会話をするときって、私自身も経験があるのですが、最初の一言目を話すのに結構勇気がいりますよね。なんて声をかけたらいいのかなとか、聞き取ってもらえなかったらどうしようと不安でなかなか一歩踏み出せないと思います。でも、一言目を話してみると、あとは意外となんとかなるものなんですよね。今回の本では、そんな一言目を後押しするフレーズをたくさん紹介して、日本語初心者でも自信を持って会話を始められるような本にしたいと考えました。そして実際に原稿やイラストの作成に入ったんですが、去年の終わり頃から今年の初め頃はずっと文章を書いたり、4コマ漫画を書いたりしていました。挿絵のイラストも100個以上は書いたんじゃないかなと思います。私自身勉強するとき、文字ばかりのテキストより、カラフルでイラストのたくさんあるテキストの方がやる気が出るので、日本語を学ぶ皆さんに楽しく勉強してもらえるように、たくさんイラストを描きました。そして原稿やイラストだけでなく、本のデザインについても私の意見や要望をたくさん伝えさせていただきました。YouTube 動画を作るときにも大事にしていることですが、内容の情報だけでなく、その情報をどのように見せるかというデザインの部分もとても重要だと私は考えています。読みやすさ、親しみやすさ、自分の他のコンテンツとの統一感など、いろいろなバランスを考えながら、ページのレイアウトや使用するフォント、配色などを相談して決めていきました。原稿が一通り出来上がった後も、何度も細かい修正作業を繰り返しました。そうして1年以上かけて制作して、ようやくこの本を出版できました。一つのものを1年以上の時間をかけて作り上げたのは、これまでの人生で初めてのことだったと思います。
途中、本当に完成するのかな、出版できるのかなという不安もありましたが、完成した時の達成感は本当に大きかったです。この本は私一人で作ったものではなくて、出版社の方、翻訳者の方、ブックデザイナーの方、音声担当者の方、そしてオンラインコミュニティや SNS のフォロワーの皆さんなど、多くの方々の力をお借りして完成した本です。この場を借りてお礼を伝えたいと思います。最近は AI や自動翻訳の技術が進歩して、外国語で会話するハードルは昔に比べるとずっと低くなったと思います。それに今はスマホで何でも調べられて、例えば旅行でちょっとわからないことがあっても、誰にも聞かずに自分だけで解決できることも増えました。しかし、実際に会話して人と交流した経験は、やっぱり特別な記憶としてずっと残ると思います。この本を通して、そんな思い出に残る日本語での会話を楽しんでいただけたら嬉しいです。初心者向けの本ですが、会話に自信のない中級者、上級者の方にもおすすめですし、周りに日本語を学んでいる方がいれば、プレゼントにも喜ばれる一冊だと思います。また、解説はすべて英語で書いてあるので、英語の読み物としてもお楽しみいただけます。ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。本は日本全国の書店、海外の一部の書店、Amazon などで販売しています。詳しくは概要欄に貼ってある動画をチェックしてください。本の感想や Amazon でのレビューもお待ちしています。さて、最後になりましたが、今回もエピソードに出てきた単語や表現をピックアップして無料の PDF を作りましたので、概要欄のリンクからぜひチェックしてください。お便りコーナー。さて、今回も皆さんからいただいたお便りを紹介します。今回はポーランドのクラクフにお住まいのアグニェシュカさんからです。クラクフを訪れることがあったら案内するのでぜひ教えてください。と送ってくださいました。ありがとうございます。実は私はクラクフに旅行で行ったことがあります。ちょうどクリスマスの時期に行ったので、大きなクリスマスマーケットが開かれていました。そのクリスマスマーケットで私はお土産に小さなマグネットを買ったのですが、今もそのマグネットを見るたびにクラクフの綺麗な街並みを思い出します。ここ数年は海外旅行をほとんどしていないのですが、そろそろまた旅行したいなと思っています。皆さんは最近海外旅行をしましたか？コメント欄でぜひ教えてください。それでは今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回の田中ラジオでお会いしましょう。